子供の頃から履いていたレトロなスニーカーはずっと好きだとデザイナーの三原康弘氏は言います。誰もが知る定番のモデルに敬意を払ってサンプリングしながら輪郭の崩れたソールを用いて少しブサイクにデフォルメされたシリーズがメゾン三原康弘のオージーソールスニーカーズになります。コンバースのチャック・テイラーやジャック・パーセル、ナイキのエアフォースワン、アディダスのスーパースターエトセトラ、明確に視認できるモチーフを用意しながらそれらを明らかな別物へと昇華するこのソールが最大の特徴ですが、この誕生の裏には三原康弘氏の巧みなマーケティングセンスとデザイン感がありました。説明の前置きとして簡単に三原康弘と靴についての関係性について紹介すると、三原康弘は今ではアパレルを含めたコレクションブランドとしても広く知られますが、実は東京浅草の地で靴作りから始まったブランドです。彼が靴作りと出会ったのは1994年、多摩美術大学在学中になめし工場で革に関する知識を習得し、職人から木型作りを学んで独学で靴作りを始め、靴メーカーのバックアップをもとにアーキデュームというシューズブランドを始め、それが今の三原康弘になりました。その中で炙り出し製法などブランドの名刺代わりといえるディテールも生み出し評価され、2000年から約15年間にわたってプーマとの協業ラインに携わりました。そしてその間にプーマを含む大手スポーツメーカーはイノベーションを重ね、高度な機能や複雑な造形を生み出し、スニーカーという概念が発展していくのを目の当たりにします。しかしこれと同じ土俵で戦っても資本力で勝てるはずがない。そのことに気づいた三原氏はどうすればその競争を抜けて戦えるかを思案します。そしてある日、テクノロジーが進歩したことによる逆説的な限界に気づきました。コンピューターでのデザインはアルゴリズムや計算内容が決まってきてデータ処理的になっていきます。つまり仮に紙に鉛筆でデザイン画を描いたとしても、コンピューターを介してデータに置き換えると結局どれも似通ってしまうというのです。そこで考え出したのがこの粘土でソールの型を作るという方法。手で作った造形物をデータに置き換えてみると、データ量が多すぎてその 3D を表現するポリゴンが真っ黒になるといいます。正確な形で何足ものスニーカーを量産できる一見高度に見えるスポーツブランドのテクノロジーは正確であるがゆえに、こういった計算の効かないデザインに対応できないのです。つまりそれはテクノロジーの高度さに対するアンチテーゼであり、パソコンでできない非合理的な線を出す行為に市場の隙間を見つけたのです。そこからオリジナルソールスニーカーズが始まります。目標にしたのは綺麗な曲線を出すのではなく、自然に歪んだ形。あえて下手くそな形を作るという意識を工場と共有し、量産でありながら一点物のような価値を出すという大きな挑戦でした。そしてそんな粘土型ソールの第1号として生まれたのがピーターソン。初めての展示会では多くの来場者が笑ってくれるアイテムになったといいます。コンバースのチャック・テイラーという共通言語をモチーフにした遊びの効いた一足であることが伝わったのです。こうしてピーターソンのみならず、三原康弘のオリジナルソールスニーカーズは国内のみにとどまらない世界に広がっていくアイテムとなりました。今では靴作りとの出会いから約30年になりますが、長いキャリアで今もなおこうした名作を世界に発信できる三原氏の底力を感じます。ここからはそんなオリジナルソールスニーカーズのディテールと魅力について見ていきます。なんといってもこのソールを中心にファットシューレースを使い、靴紐まで抜け目なくバランスをとった全体的なボリューム感。誰が見ても直感的に可愛らしいと思えるポップな仕上がりになっています。そしてこの一点物のような自然に歪んだ不揃いなソールの型は、コンピューターの計算を経て整ったデザインで量産される一般的なスニーカーに対して、ある種不良品のようなカウンターカルチャーを感じさせます。直感的なボリューム感だけにとどまらず、哲学的な観点でも強くデザインが支えられていて、それでいてデザインのモチーフは国内外
あらゆる方にとっての共通言語として機能してくれる。なかなかこれほど出目の揃ったアイテムも存在しないのではないでしょうか。おしゃれは足元からと言いますが、人とはちょっと違うものでそこを彩りつつ、それでいて話の種になるツッコミどころを残したい。そんな少し気難しい我々のような服好きにとっては最高の一足ではないかと思います。実は粘土型ソールの下に地面と接するラバーソールがあって、スタイリング全体で見た時にちょっとだけ地面から浮いているドラえもんのような、そんな見え方になるのも個人的に気に入っているポイントです。かなり凝った見た目の割に非常に軽量でストレスなく履けるのもさすが三原康弘といったところでしょうか。もう今は白スニーカーを履きづらいとか、今更スタン・スミスを履きたくないとか、学生の頃から年を経て変わっていく、そういったファッションセンスの経年変化に対してもいい意味で何かしらの回答となってしまうのがこのオリジナルソールスニーカーズの素晴らしさかと思います。個人的にこのシリーズの入り口となったのはこちらのブレーキーというモデルで、これはアディダスのスーパースターをサンプリングしたモデルになるわけですが、スーパースターは型としてとりわけトーのデザインがとても素敵だなと思い続けていた一方で、やはりアディダスの商標でもある3ストライプスの主張も強いし、買うことはないと思っていたアイテムでした。しかしオリジナルソールスニーカーズとしてこのブレーキーへとデザインされ直すにあたって、その3ストライプスのディテールが写生され、逆にトーのデザインが粘土ソールの範囲を広げることでブーストされ、完全に自分好みの一足に仕上がっており、購入を決意しました。もう白スニーカーも今更気分ではないのですが、全然それとは違う文脈で履くことができて、ボリューム感的にスタイリングのバランスも決まりやすく、実際にかなりヘビーユースしている一足になります。そして今回の動画制作にあたって始まりの一足であるピーターソンも購入したという感じになります。共通言語としての分かりやすさで言うと、やはりこの始まりの一足が最も分かりやすいアイテムかもしれません。ピーターソンは何種類もあるオリジナルソールスニーカーズのモデルの中でも粘土ソールとの境目が着色されたモデルなので、アクセントとなる色のブレ感が視認しやすく、そういう意味で不揃いな感じもより分かりやすいおすすめのモデルになります。もちろん一般的なスニーカーと比べると3万円を超えてくる高額なアイテムにはなりますが、ボリューム感もデザインも普通のスニーカーでは少し物足りないなというところを埋めてくれる最高の一足になります。ぜひまた探してみてください。ご視聴くださり誠にありがとうございました。